チョンノーガ駅を出て少し歩くと、ペクチェ精肉店という看板の食堂がある。ここはお肉屋さんがやっている食堂で、競売で仕入れた質のいいお肉を安い値段で出してくれるので、ユッケが安くて美味しいと評判のお店。ユッケビビンバじゃなくて、ユッケのご飯添えだ。タレとコチュジャンのバランスも絶妙。肉の味を消さず、すごくいい具合に甘みと塩気とごま油の香りが絡んでいる。ユッケ優先で食べているつもりだけど、最後までユッケが残っている。ここのユッケビビンバ、ほんとすごい。ソウル・ナミョン駅近くの路地裏に風格のある古民家が一軒。艶やかな飴色の柱や床、丁寧に手入れされているのが感じられる。確かに、見るからにすごく栄養ありそう。スープの色を見ればわかるように濃厚で旨味たっぷりだ。では、もも肉をいただきます。ほろほろによく煮えていながら、鶏の旨味も食感もちゃんと残ってる。そしてお腹にみっちり詰まったもち米。鶏肉や骨やいろんな材料から出る旨味を丸ごと吸い込んだもち米。美味しすぎる。サムゲタンについてくる高麗人参酒。初めて飲む。うわー、すごい。これをクイッと飲めたらかっこいいけど、無理でした。お店でつけているほぼヤンニョムのついていない大根キムチ。素晴らしい。酸っぱくないのに中まで均一に発酵していて食感も最高。ヤンニョムの味がなくても美味しい。このスープはかすかなとろみがある。コラーゲンがたっぷり溶け込んでいる感じで、匂いも脂っこさもないけれど、なんだか旨味が舌にまとわりつく感じがする。白菜キムチも素晴らしい。ご飯とキムチで一食いけそうだ。この大根キムチは買って帰りたい。ごちそうさまでした。いいお店だった。おなじみ、ジョンノサムガ駅6番出口。ここから路地に入るとすぐに、古民家をリノベーションした人気スポット、イクソンドン。その外れには、そのまま映画セットになりそうな焼肉通りがあって、
さらに少し入ったところに焼肉屋に紛れて1軒だけすんでもつ鍋の店がある。目立たない佇まいだけどいつも満席。夜は地元の人の行列ができる。1人分の豚の腸詰めスープすんでクッと大中小のすんでもつ鍋の専門店。厨房では自慢のスープを仕込み中。めっちゃ美味しそう。美味しそう。はい、乾杯。お疲れ様です。じゃん。うん。何？もちもちだね。もちもちなの？うん。うまっ。まい。うまっ。おー、すごいな。シワがないじゃんだって。ね、つるつるしてるよね。うんなんでなん？もちもちじゃん。ねえ。美味しいね。もつの匂いしない。全然しないもんね。痛みが全くないね。もつがすごい洗練されちゃってる。うんツルツルだよ。うん。韓国にしてはこってり系の濃いスープで豚骨ラーメンみたいなところにエゴマの粉がたっぷり入っている。最後おクンパがあるのかな。あるある。あるラーメンもあるし、ポッカもあるよ。なんかもう濃厚でちょっととろみがあるよ。うん。あ、これはちょっとすごいね。半面も入ってるんだね。うんうん。濃厚スープでぐつぐつ煮込まれたもつとすんでと春雨と野菜。スープをしっかり吸ってものすごく美味しいごった煮に仕上がっている。スープを吸った野菜と春雨。このスープで煮込めば何でも美味しくなりそうだ。すんでも春雨だけじゃなくちゃんと具が詰まっている。お待ちかねの白ご飯。半分は汁に混ぜる。だいぶ煮詰まってさらに濃くなったもつ鍋をかけて、いざ。これは美味しくないはずがない。ああ、白ご飯と混ぜてよかった。これ、すんでホルモン系好きじゃなくても美味しくない？まずは汁を大体すくってから具を細かく切り刻む。いや、満席になる理由がわかるわ。ああ、わかるわ。めっちゃ美味しいもん。間違いなく美味しい。うん。あ、うん。海苔をたっぷり入れて、ご飯結構ある。結構ある。海苔すごいね。いっぱい入れちゃった。べちゃってならんかな。えい。えい。ごま油を回し入れて、うわ、すごい量だね。すごい量だね。すごい量だ。いっぱい半とは思えん。うん。もつ鍋締めのチャーハン完成。もつ鍋のこってり味がご飯によく絡んで、海苔の香りも最高に合う。いいね。海苔どっさりで正解だ。お腹ははち切れそうなのに止まらない。もうあかんわ。鍋の底までこそげ取って、すごいすごい。可愛いね。オフィスビルに囲まれたレトロなデパート、ヨイド百貨店。鎮守地、創業50年の老舗カルグクス屋さん。濃厚な豆乳麺も有名だけど、今日は温かい鶏カルグクスを食べる。手打ちの麺、白濁した鶏スープ。トッピングは鶏肉と野菜、それから大きな餃子が2つ。このキムチも名物。
太めの手打ち麺はもっちりして弾力があり、麺だけ食べても美味しい。ひき肉、野菜、豆腐、春雨のあっさり味に胡椒の風味が効いてる。このキムチは魚介類や果物などをたっぷり入れて漬けられたもので、干し大根もたくさん入っているのが特徴。干し大根で甘みと深みが増している。地下鉄ウルチロ佐賀駅。都心エリアだけど、大通りから一本中に入っただけで別世界。町工場が密集した完全なる下町。その奥に主にが腕を振るう小さな食堂が隠れている。開店直前、今日のおかずが揃った。どんどんおかずが出てくる。チャプチェがたっぷり。お魚まで。ちょっと豪華すぎないですか？主にの心意気あふれる定食。今日のメニューは豚のピリ辛炒め、カレーの煮付け、チャプチェ、唐辛子と煮干し炒め、和え物、浅漬けキムチ、わかめスープ。チャプチェ美味しい。味加減、炒め加減バッチリ決まってて、具もたっぷり。肉の中までタレの味がよく染みて柔らかい。これ一品でご飯一杯いける。この浅漬けもご飯が進む。魚だけでもメイン級なのに太っ腹すぎる。ふっくら煮えて美味しい。スープも具だくさん。いやー、主に本当にお料理上手。どの料理も心を込めて作られているのがわかるし、この惜しみないボリューム。食べている間もおかずの減ったお皿があったら、おかわりはと聞いて回り、常連さんに食べてからでいいからと言われている光景も微笑ましい。どんどん食が進んで元気になるご飯だ。ソウルウルチロ佐賀。路地の一番奥にあるキムチチゲの専門店ウンジュジョン。席に座ると何も言わなくても人数分のキムチチゲのセットが出てくる。キムチチゲは材料を合わせただけの状態で出てきてテーブルで煮込む。野菜を見てみよう。エンダイブ、白菜、唐辛子、チンゲン菜、スイスチャード、ケール。栄養価の高い新鮮な葉野菜がこんなにたくさん。それにしてもすごい量。食べきれるんだろうか。15分ほど煮込んで食べ頃になった。豚肉がゴロゴロ、キムチもたっぷり入ってる。
美味しい。肉は弾力があってチゲの味がよく染みている。熟成したキムチを使っているけれど酸っぱすぎず、酸味と肉のうまみがよく溶け合ってとても濃厚で美味しい。この店ではキムチチゲを葉野菜で包んで食べる。葉野菜を合わせて肉、キムチ、ご飯、味噌を包んで食べる。新鮮な野菜の風味と爽やかさが加わってさらに美味しくなる。栄養分豊富なケールやチンゲン菜が食べられるのも嬉しい。チゲが煮詰まってとろっとしてきた。とても濃厚。これはご飯と混ぜなくちゃ。さすが名店、本当に美味しいキムチチゲだ。美味しすぎて完食してしまった。東大門市場すぐ近くのこの通りは古くからある美味しいものが集まっている場所。店先の炭火で魚を焼く焼き魚屋さんとタッカンマリの有名店が何軒も続いている。昔の姿そのままの店構えが良くて入ったけれど、そうそうたるテレビ出演歴が。소스 넣고 겨자 넣고 안에 다 되게 막 비 여기다 넣고 めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いがする。この生野菜とタレで食べるから美味しい。箸で触るだけで肉に弾力があるのがわかる。色がね。肉も噛みしめるほどに味がある。ほんの少しとろみがついたスープも美味しい。美味しい。麺めっちゃ美味しい。なんかこの店はさ、もう
漢方系の材料と鶏を2個こう長時間煮出してる鍋があって、あとは鶏を茹でてる鍋があって、でそのスープを合わせてこう鍋に出してるって。なんで知ってんの？やっぱりお店食べに来ると違うわ。違う。味の深みが違う。ごちそうさま。ソウルの東の端っこ、チュンナン駅。3番出口を出てすぐのガード下には、昔ながらの韓国の屋台、ポジャンマ茶が並んでいる。一番端っこの店がタウニネポ茶。毎日行列ができる人気店だ。メニューはシンプルなお酒のあてばかり。10種類とちょっと。少し待ったからかサービスで目玉焼きを出してくれた。店の名物メニュー、エビ入りの辛ラーメン。ガード下とラーメン。それだけで OK なんだ。それだけで OK もう。しっかり使った大根のキムチも。かなり熟成した匂い。練り物、エビ、唐辛子とネギがたっぷり。インスタントラーメンに魔法がかかったかのように美味しい。美味しいねこれ。メインのキムチサムギョプサル。すごい。こんがり焼いたサムギョプサル、炒めた熟成キムチ、ニンニク、豆腐の黄金カルテット。すごいね。これはキムチとニンニクを一緒に。
とトゥブキムチになる。すごい、これはすごいメニューだ。黄金カルテットを縦横無尽に組み合わせて食べる。突き出しの白菜で巻いてもいい。すごいね。よいしょ。絶対食べきれないかもしれないね。食べきれないぐらいだよね、本当に。このキムチもまたしっかり熟成しとるね。酸っぱい。午後5時、このお店だけ満席になって待っている人もいる。もう並んでるもんね、この時間から。いやソウルの東側、ローカルな住宅街の中に毎日行列のできる定食屋さんがある。このお店の特徴1、おかずの数がものすごいこと。濃厚なタレを絡ませたとても美味しい浅漬けキムチが3種類。白菜とからし菜とネギ。特徴にメインのゆで豚は質も量もすごい。ありえなくないこれ。これで2人分。いいよ。サムギョプサルだよこれ。そう全部サムギョプサル。3、4人分いけるよ。あゆで豚、まずはオキアミの塩漬けで。ボリュームもすごいけど味もいい。しっとり柔らかく臭みは全くなし。肉本来の甘みがあって脂っこくない。めっちゃ美味しいね。そうでしょ。うんこうボリューム勝負とかじゃないでしょ。ないめっちゃ美味しい。このキムチと食べるのがまた最高。肉が美味しいしすごい量だから、おかず食べてる暇がないのよ。ないね。白菜の古漬けもよく合う。この白いキムチもめっちゃ美味しい。あ、本当。うん。 1분 있다가 1분 있다가すごい食卓になった。ご飯がこのキムチだけでご飯がいっぱいいけそう。肉食べてる暇がないんだ。定食で来ると。なんともう一つのメニュー、豚カルビをサービスしてくれた。
めっちゃ美味しいよこれ。めっちゃ美味しいんだ、うんマジかすごいな、美味しいの？すごいよ。ね、美味しいね。しかも甘すぎなくてすごい良くない？なんかカルビッチムってものによってはさ、ちょっとパサパサしてたりとかさ、なんか甘すぎたりとか、そう結構がっかりなことも多いんだけど、ここすごいよね。めっちゃ美味しい。そうなのよ。めっちゃ美味しい。ちょっともう一回、うわ、なんか箸で持った瞬間やばいのがわかる。コロコロしてる。やばい。メインのゆで豚を包んで食べるポッサムも楽しまなくては。ゆで豚、白菜古漬け、味噌、大根なます包む。一口で美味しい。ポッサムってすごい。野菜やキムチの爽やかさと酸味が一緒くたになって、肉だけで食べるのとは別次元の美味しさがある。一口で。組み合わせは無限。飽きずにいつまでも食べられそう。胃袋の限界さえなければ。大根の酢漬けもよく合う。そう、いろんなところでペッパン食べてきて、だいたい6000ウォンから8000、9000ウォンぐらいが相場で、結構どこでもなんかこの値段でこんだけくれるんだみたいなのあるんだけど、ここは1100円かだけどもぶっちぎれだね。何？コスパが。住宅街にポツンとある定食屋さん。隠れた宝物を見つけたような大発見。お腹がはち切れるまで美味しく食べました。